どうも、マサルです。ということで、正直申し上げますと、2月の暴力事件からかなりね、心がすさんでたんですけども、なんと、精神が完全回復しました。皆さん本当にご心配をおかけしました。申し訳ないです。死んでいった人はあまたいたようです。さて、では早速魚突きを始めていきましょう。潜行開始。海底でひたすら魚を探していきます。ここで浮上間際で何か見つけた模様。息が苦しいところですが、ヒット。どうやら赤い魚が寝ていました。ここでさすがに息の限界、たまらず浮上します。あまり無理をして息を止めるとブラックアウトする可能性がありますので、賢明な判断と言えるでしょう。さて、息継ぎをしてもう一度ダイブです。無事逃げられず捕獲できたようです。よかったよかった。ここで巨大な魚を発見しました。息を整えます。いつもは全部カットしてるんですけど、こんな感じで結構ね、息を整える時間長いんですよね。さて、潜行開始です。いました。今度はでかい長ブダイだ。ヒット。こいつはパワーがめちゃめちゃあります。力を抑え込むのに必死になってます。めちゃめちゃ暴れております。なんとか上がってこれました。いいサイズの長ブダイですね。このぐらいの長ブダイがめちゃめちゃ美味しいんですよ。ここで脳天締めと血抜きをしていきます。さて、今日はキッチンではなく海岸調理です。楽しみですね。それでは海岸に向かいます。はい、というわけでですね、海岸にやってきたんですけども、今日はですね、ブダイの塩焼きを作っていこうと思います。ブダイね、いつも唐揚げにして食べてるんですけども、意外とね、これ塩焼きにすると美味しいんですよ。ということで、今日は海岸にね、やってきました。雨が降り出した雨が降り出したんで洞窟の奥の方に行きましょう。ここでは無理そうですね。はい、ということでね、洞窟に来ました。ということで今日はこちら長ブダイメスを取ってきました。長ブダイね、オスとメスいるんですけども、メスがね赤くてオスがね青緑色みたいな色してるんですね。メスの方が臭みがないんですね。こんなねグロテスクな見た目してますけど、匂いがなくて身もね美味しいんですよ。で刺身とかで食べてもいいんですけども、今日はねこちらを焼いていくということで、せっかくね今回焚き火作るんで、鱗で剥がしやすい方法でやりましょう。ブダイね、鱗がねすごいね強固にひっついてまして、これを剥がすのがめちゃくちゃ大変なんですけど、基本的に魚って皮と鱗だったりとか骨と骨をくっつけてる部位っていうのは熱に弱いんで、表面を軽く炙れば鱗ねペリペリって取れるんで、一旦火を起こしてそこから皮を剥がして内臓を取って焼いていきましょう。ということで早速調理を開始していくんですけども、まずは薪を集めましょう。海岸にはね薪が無数に落ちてるんで、一旦薪を集めていきます。あそこウミガメがいますね。わかるかな。これ石垣台チャレンジいけるかもしれない。波に負けてるこの石垣台。俺はこの石垣台に勝つぞ。じゃあネズミフグだ。くそ、水中時だと簡単なのに素手だと難しいです。さて、いい感じの木がありました。こういうの拾っていってねいきましょう。じゃあ早速火をねつけていきましょう。よいしょ。火起こしする際は軍手つけた方がいいですね。ただ軍手忘れたんで使えません。では火を起こしていきましょう。着火。はい、ではね火が落ち着くまで待っていきます。たまにはゆったりした時間も必要でしょうということでゆったりします。もう待つだけですね。はい、ではブダイを置いていきましょう。うわ、煙たい。この湿った木の煙を浴び続けると1週間ぐらい取れない匂いになります。めちゃくちゃ臭くなりますね。おー、臭い。はい、ではひっくり返してみましょう。これねやけどするからな、気をつけないと。
お、早い。ここまで来るとね、鱗簡単に剥げるんですよ。ほら、超簡単。ここの火の通ってないところとか、これ結構ねしっかりやっても剥げないんですけど、火さえ通れば超簡単に剥げます。あんまり火を入れすぎると焦げる。先生、元もないことをやります。この鱗が剥げる様子を皆さんにお見せしたいということで、バーナーで炙っていきます。ここ見といてください。こうすると鱗が剥げるわけですよ。でこうやって簡単に取れるという、これブダイだけじゃなくて全ての魚に応用できることなんで、鱗取りめんどくさい場合はね、これ結構役に立ちます。はい、というわけで鱗に火が通りましたんで、この鱗を剥がしていきましょう。はい、そしたら鱗がね取れましたんで、ここからね内臓を取っていきます。これ魚つきのナイフ、大体ねこういう造形をしてるんですけど、これイタリアのメーカーなんですけどね、日本ではあまり見ない造形ですよね。でこっちギザギザがあるんで、この骨のところも切れます。諦めた。でこれ内臓を取っていきますね。はい、メスなんでねやっぱ卵がありますね。でこっからね無理やりエラをね引っこ抜くことができるんですよ。今いろんな部位を引きちぎってるんで、皆さんちょっと待ってくださいね。はい、まずこれエラの手前にねブダイの咽頭歯っていう場所があるんですけど、咽頭歯を今引きちぎってます。よいしょ。こちらがですねブダイの咽頭歯ですね。エラの奥についてるんですけども、ここら辺に転がってるサンゴがあるじゃないですか。ブダイはですねサンゴを噛み砕いて、そこからね有機物を摂取して生きてるんですけど、噛みちぎったサンゴをこれですりつぶして噛み砕いてるわけですよ。なんでねこの咽頭歯はめちゃめちゃ硬いです。動物の骨とかと同じぐらい硬いです。さてエラも引きちぎれました。いつもの動画は広告が外れないように血をね洗い流して動画にしてるんですけど、解体するとこんぐらい血は出ますね。はい、最後心臓ですね。そしたら洗っていくんですけど、カメラ壊れるんで俺だけ行きます。はい、綺麗になりました。さてここから塩焼けにしていくんですけども、まず塩を振っていきます。で反対側もやっていきましょう。風を読みながら塩を振る。そしたら丸焼きにね炭にぶち込んでやりたいところなんですけど、このぐらいのサイズの魚になると中まで火が通らないんで、アルミホイルを用意していきます。でアルミホイルでぐるぐる巻きにします。はい、ではそしたらねこれあとは火を入れるだけ。この雑料理が意外と美味しいと。よいしょ。ひっくり返したいんですけど、皆さんね焚き火で魚焼くときは絶対に注意してほしいんですけど、軍手を忘れたらダメです。これもう全てが熱くなってますんで、どこ触っても絶対にやけどをします。今から俺はやけどをする覚悟を持ってやけどをするんですけど、皆さん真似しないように。やけどします、絶対に。よっしゃ、いただきます。はい、というわけでね焼けたんですけども、想像通りねめちゃくちゃ熱かったんで火で移動させます。よいしょ。うわ、これ絶対やけどしてたわ。やばい、箸忘れました。素手か。ではオープンしていきましょう。この雑な料理に見えて意外とこれがうまいんですよ。いきます、オープン。うわ、うまそう。あんだけ火火の中入れても焦げてないっていうのはすごいですよね。ということで完成しました。いただきます。最も簡易的な料理方法の一つではないでしょうか。絶対熱い。熱っ。いや、うまいな。3、4回ぐらいサバイバルをしたことがあるんですけども、サバイバル中ね別にアピールしないんですけど、なんだかんだ椅子がないことがね、椅子がないというか背もたれがないことが辛いんですよね。座ると体温奪われますし、あと痛いっていうね、案外ねそこが大変なんですけど、それ以外はね屋根がない、調味料がないのと、あといちいち火をつけるのが大変なのと、いや大変なことが多いな。大変なこと多いんですけど、とりあえずね料理はね意外と美味しいっていう。今思いつきでね野外調理を思い立ったようにやってるんで、最小装備で挑んでるんですけど、好評だったら頑張って装備増やしてやっていこうと思いますんで、ぜひコメント欄でねコメントをください。
ただYouTube やって思ったのが、選択肢がめちゃめちゃ広くなって、一切道が舗装されてない人生を歩んでるんですけど、選択肢が広いことほど不自由なことってないですよね。毎日いろんなことを選択して、それだけでね、人生が消費されていってる感じはするんですよね。ただ魚を焼くっていうことにもね、かなりね、こうやって工数がかかるんですけど、逆に工数がかかることの方がいいのかもしれない。で、塩味が足りなかったら塩味を足せるんですよ、海水でね。冷めた魚。いや、でもこういう野外調理久しぶりにしたんですけど、サバイバルしたくなってくるな。初めて俺がサバイバルをしたのが21歳の時かな。あの時は体力が全盛期でめちゃめちゃ元気だったんですけど、いろいろとね、僕も病気をしまして、サバイバルとてもじゃないけどできないような元気さになったんですけど、今めちゃめちゃリハビリしてますんで、サバイバルできるまでに体力回復したらいいけどな。やりたい企画はね、たくさん思いついてるんですけど、あとは体力って感じですね。あとは体力やな。あとは体力やな。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。